品川智子34歳。結婚してしばらく専業主婦でしたが、子供ができるまでは働こうと思いパートを始めました。休憩行ってきます。いってらっしゃい。パート先には10代から60代まで未婚既婚を問わずいろんな人がいて、シフトや休憩が重なった人と自然に仲良くなりましたが、超やばい、マジパね。あらまあ、怖いわね。そうは言ってもなんとなく年代別にグループができていました。あ、ともこさんも休憩？なおこさん。私はだいたい30代主婦グループにいましたが。マジですごいじゃんみおりん。20代独身女子のグループの中でひときわ目立ってたのが、セクボンのライブならもう10回は行ってる太田美代でした。声が高くて大きいので嫌でも話が聞こえてきました。アイドルの話？若いっていいな。こんにちは。先月入った人だよね。名前なんて言うの？タメ口？品川智子です。へえ、ともちゃんって言うんだ。いくつなの？結婚してる？何この子、慣れ慣れしすぎ。34歳。結婚してますけど、あなたは？ミオはね、38歳。まだお一人様、婚活中です。38？ まさかの年上？全然見えませんね。そうなの。ミオいっつも驚かれちゃうの。みんなに若い若いって言われて。やだもん。いや、それ多分褒めてない。なんかこう想定外というか、若く見えて綺麗でいいですねってのとはだいぶ違うから。こないだなんか中学生に間違われちゃった。ミオってそんなに若いかな？ねえねえ。38歳が中学生と間違われて嬉しいか？ミオさん、私これから休憩なんで。やだ、ミオリンって呼んで。友達はみんなそう呼ぶから。ミオリン、セクボンのチケット取れるって本当？マキちゃん。友達。任せて。ファンクラブ入ってるから4枚まで取れるし、みんなで行こう。やったー。ともちゃんもセクボン行く？セクボンって？やだ、セクシーボンボンの略よ。知らないの？セクシーボンボン？はて。マジで知らないの？嘘でしょ？今若い子に超人気のアイドルだよ。ありえない。ミオはね、過去10回はライブに参戦したよ。はあ。もうダメじゃん。最近のアイドル知らないと若い子にバカにされちゃうよ。そんなんじゃどんどんおばさん化しちゃうから。おばさん？アイドル知らないくらいで何なのよ。あ、太田さん、仕事中は髪の毛ちゃんと縛ってくださいね。クレームが来てましたよ。はーい。お疲れ様、ともこさん。大変な人に捕まっちゃったね。なおこさん、セクボンとやらを知らないだけでバカにされちゃったよ。おばさんだって。うちの中1の娘がファンだよ。それはそうと、あの人38歳だったんだね。びっくりしちゃった。そうなのよ。自分のこと名前で呼ぶし、私も最初10代とか思ってたからびっくりして。若いね。ありがとう。って喜ばれちゃった。若いというより、あれは幼い？そう、それ幼いんだわ、彼女。彼女は確かに背が低くて可愛い感じで幼く見えました。ただ幼いのは外見だけじゃないことが後に判明するのですが。おはよう。ミオさん？その頭。38歳がツインテール、ショートパンツ。だって主任さんが髪縛れって言うから。縛るってそうじゃないだろう。なんか胸垂れてたね。確かに。ミオリンに合ってる。ねえねえ、チケット取れた？取れたよ。当日どうする？ご飯食べてく？グッズ買うなら2時間前には行って並ばないと。ミオリン先に行って並んでて。私たち後から合流するから。お礼にこれあげる。ファンデのサンプルだ。これ安いのにお肌に馴染んでツヤツヤになるんだよ。コスパもいいし。ほんと？使うの楽しみ。おいおい、嘘だろ？嬉しい。やめろー。38歳の肌に若者の使うファンデが馴染むわけないだろう。本人喜んでるからいいんじゃない？
そうだね。彼女はなぜか時々私たち30代主婦グループに混ざってきました。昨日セクボンの K 君が出てるドラマ見た？超かっこよかったんだから。 K 君になら抱かれてもいい。ミオ絶対 K 君みたいな人と結婚する。マジか。いやー、見てないわ。娘が録画してたかな。なおちゃんは知ってるんだね、セクボン。じゃあこの中でともちゃんが一番おばさんだ。話題変えちゃえ。そうそう、昨日テレビで見たんだけどさ、土用の丑の日って春夏秋冬あるって知ってた？へえ、普通は夏でしょ？それでうちの旦那が食わせろってうるさくて。でもうなぎは激減してるから高いんじゃない？バカみたい。土曜は毎週あるじゃん。は？それに牛だったらうなぎじゃなくて牛肉じゃん。知らないのかな、土用の丑。まあそういう人もいるかもね。けれど彼女が知らないのはそれだけではありませんでした。プレミアムフライデーが。何それ、新しいコンビニチキン？ジェネリックより先発の方が。誰？そのジェネリックって人。あれ？この人本当に何も知らないの？たまにニュース見ない人っているけど、もしかしてアイドルの番組しか見てない？アラフォーなのに。そして彼女、ただ世間知らずなだけじゃありませんでした。ご飯作ったことないの？洗濯も掃除もしたことないの？だってママが全部やってくれるもん。ママ？買い物は？買い物はパパとママがしてる。まさかのパパママ呼び？いや、いいの。家で親をどう呼んでもいいんだけどさ、外じゃダメだろう。そんな常識中の常識みたいなことはアラフォーの人に言えないけど。ミオさん婚活してるんだったよね。それなら家事とかできた方がよくない？ミオ一人じゃ何にもできないもん。ママもやらなくていいって言うもん。ママはミオに余計な苦労させたくないんだって。もうなんなのよそのガキっぽい喋り方は。可愛いとでも思ってんのかな？結婚すれば誰だって料理や洗濯くらいできるようになるんだから、独身の今からやることないってママが。それにミオは美味しいものパパに食べさせてもらってるから、料理はやればうまいよ。自信あるもん。やればうまいってやってもないのになんでわかるの？いやいや、誰でもすぐにうまくなるわけじゃないんだよ。働きながら子育てして家事やるのって大変なんだよ。わかってる？ミオ専業主婦になるからいいもん。そうだとしても今のうちに練習しておいた方がいいと思うよ。もううるさいな。お嫁さんになったらやるからいいの。料理なんて誰だってできるのに練習とかバカみたい。ともちゃんってもしかして料理下手でしょ？やだ、旦那さんかわいそう。私は高校の時から料理はやってるの。だから別に下手とかじゃ。だからともちゃんって老けてるんだ。ほら、家事とかダサいことやると生活感出るし。結婚したり子供産んだりした人って正直老けるじゃん。ミオが独身でいつまでも若々しいから妬む気持ちはわかるけど、いじめてくるのは違くない？いじめてなんかないわよ。怖い。もしかして更年期？そういうことは知ってるんだ。やっぱり30代に馴染むのは無理だったか。やっぱりミオは20代の人としか付き合えないわ。なんなのあの人！何が若々しいよ。確かにパッと見は幼いけど、よく見るとカサカサだし、結構コジはあるし。そうそう、肌も年相応にたるんでるよね。だって肌に合わない化粧品使ってるんだもん。そりゃたるむわ。38歳のくせに何にも知らないし何にもしてないし、家事やったこともない人になんであんなこと言われなきゃなんないの？悔しい。腹立つね。あれがいい年した大人だなんて信じられない。あんなアラフォー初めて見た。もういいよ、あんな人まともに相手しなくても。どうせ彼女若い子たちとしか話し合わないんだし。そうだよね。私たち大人だしスルーしよう、スルー。それからは何を言われても平常心を心がけていました。ともちゃんその格好ダサいよ。ダサいっていうのがすでにダサいのよ。みおりまだホテル取ってないの？スマホでサクッと撮っちゃってよ。だってミオそういうこと無理なんだもん。
はあ？じゃあママに頼んだら？ママもそういうの苦手だから。じゃあライブの遠征行けないじゃん。ちょっとマキ、もう無理だよ。どこのホテルもいっぱいだって。行けなくなったらやばいじゃん。こうなったら現地のファントモに泊めてもらうしかないよ。ちょっと連絡してみる。ミオも一緒できるかな？そのファントモさんのお家に、ったくもう。もう、あのおばさん使えねえ。超ムカつく。いいじゃん。だいたいおばさんと泊まりなんてマジ無理だったんだから、うちらだけで行こう。勘違いババアが。バリバリ老けてるのに自分で若いと思ってて痛い。おばさん、ババア。若者怖い。散々利用しといてそこまで言う？ミオさん、こんな風に陰で言われてること知らないよね。お疲れ様でした。お疲れ様。ミオさん、ちょっといいかな？私、見てて思うんだけど、無理して若い子と付き合わなくてもいいんじゃないかな。は？無理なんかしてないし。そろそろ自分の年齢とちゃんと向き合った方がいいと思うよ。ミオさんは、38歳の大人に見えないんだよ。外見もそうだけど、年相応な振る舞いができないから、周りだってまともに付き合ってくれないんじゃないの？どの職場でも結局こうなるんだよ。女の敵はやっぱり女なんだよね。結局嫉妬でしょ？ 4 歳も上なのに自分より若くて可愛いから嫉妬してるんでしょ？可愛いミオが気に入らないんでしょ？ミオはね、あんたたちみたいな劣化したおばさんとは違うんだよ。何が大人よ、バカみたい。年寄りなだけじゃん。あなただって鏡よーく見てみなさいよ。十分劣化してるの。頬のたるみ、目尻のシワ、ほうれい線、首のシワ、胸のたるみ。自分じゃ見えてないの？肌の老化が見えないんだったら老眼始まってるのかもね。言い過ぎた。違うのよ。そうじゃなくて中身が大事だと思うって話。ミオさん、説教とかうざ。あんた中身が完全におばさんだよ。見た目もおばさん、中身もおばさん。外見も中身も若い方がいいに決まってるじゃん。頭悪いの？おばさん。あまりの言われように腹も立ちませんでした。なんか、もうどうでもいいか。どうせただのパート仲間だし。この人が職場でハブられようが、婚期が遅れようが、私には関係ないもんね。それ以来、もう彼女に関わることはやめました。その後私は妊娠してパートを辞めることになりました。今月いっぱいで辞めちゃうの？残念。せっかく仲良くなれたのに。生まれたら遊びに来てよ。近所だし。マキ、合コン行くでしょ？行く。相手20代後半？ちょうどいいかも。なに交換するの？ミオも。万引きしそうなやつわかるんだよね、私。万引きマジ許せねえ。中学ん時やってたからじゃん。うっせバーカ。何の話？なんすかおばさん。おばさんレジの人だっけ？何あれ？知らねえ。もうかわいそうだともなんとも思わなくなりました。彼女は合わない化粧品を使い続けて肌の水分は失われカサカサシワシワ。急激に老けていくようでした。30代からはお肌のケアが大切なんだよね。この前友達からもらったサンプルがすごくよくって夜つけたら朝プルプルツヤツヤ。教えて。彼女は散々見下した私たちの中に入ってくることもなく、どの年代からも相手にされなくなり、気づけば完全に孤立していました。これから彼女はどうするのでしょう。同年代が結婚、出産、子育てと進んでいく中、未だに自分を勘違いしたまま変わる努力もせず、40代に突入していくなんて、私なら怖くて絶対に耐えられません。